こんにちは、スクールの加藤です。皆様大変お待たせをいたしました。千葉ゲームアワード2025ウィンターの結果を発表させていただきます。今回の発表では最終選考に残った46タイトルの中からストリーマー賞、審査員賞、そして大賞を発表させていただきます。今回も本当に力作が多くて応援したいタイトルがたくさんありましたので、46タイトルの中から各賞を絞り込むのは本当に大変でした。ストリーマー賞、審査員賞、大賞どうなったのか、楽しみにご覧ください。それではどうぞ。それではいよいよストリーマー賞から発表をしていきたいと思います。まずは VTuber のキサさんが選ぶストリーマー賞です。キサさんが選ぶストリーマー賞1つ目はミリオンデプスでございます。おめでとうございます。ミリオンデプスは100万回数続く指定世界ミリオンデプスを硬化していくアクションストラテジーゲームなんですけれども、なんといっても特徴があるのは好きな武器を組み合わせて武器をビルドしてクラフトして作り上げていくという独自のシステムなんですよね。いろんな要素を組み合わせて自分の思い通りの武器を作って、そしてミリオンデプスを攻略していくというのが楽しいゲームになっています。ということで1つ目のゲームはミリオンデプスでした。おめでとうございます。続いてキサさんが選ぶストリーマー賞2つ目は片付け日和でございます。おめでとうございます。片付け日和はですね、可愛い絵柄とですね、それからいろんなものを詰めていくというコミカルな演出がとても気持ちのいいゲームなんですけれども、私的に気に入っているのはですね、どこかに猫がいるんですよね。猫好きが作ったゲームなんでしょうね。ゲームを攻略しながらいろんなところに隠れている猫さんを探して癒されるというのもいいんではないでしょうか。ということで、キサさんが選ぶストリーマー賞2つ目は片付け日和でした。おめでとうございます。続いて、キサさんが選ぶ3つ目のストリーマー賞はロボットホスピスでございます。ロボットホスピスはですね、人間と共に生きてきたロボットたちが最後の時を過ごす終末説を描いた、ちょっと懐かしい感じの癒し感のあるゲームなんですね。ロボットたちのそれぞれの過去がどういったものなのか、そして今後どうなっていくのかというのが気になるゲームですね。完成が待ち遠しいゲームだと思います。ということで、キサさんが選ぶストリーマー賞3つ目はロボットホスピスでした。おめでとうございます。続いては VTuber の寝言寝言さんが選ぶストリーマー賞です。寝言寝言さんが選ぶストリーマー賞1つ目はザ・ワンダリングビレッジさまよえる村です。おめでとうございます。ワンダリングビレッジさまよえる村はですね、巨大な生物の背中にできている村をシミュレーションして発展させていくというゲームなんですけれども、ただの村を作っていくゲームじゃなくて、生き物の上に村がありますので、スペースが限られているんですよね。その巨大な生物も移動するので、いろんな環境に合わせて村を守っていかなければならないという、そういった世界観で非常に独自性が高いと思います。壮大な世界観もあって、単純に遊んでみたいなと思いますよね。ということで、寝言寝言さんが選ぶストリーマー賞1つ目は、ザ・ワンダリング・ビレッジさまよえる村です。おめでとうございます。続いて2つ目ですね。寝言寝言さんが選ぶストリーマー賞2つ目は、ヘイお待ちゴブリン寿司です。おめでとうございます。このゲームは何といっても見た目がもう特徴的ですよね。ゴブリンが回転寿司屋さんを営むというゲームなんですけれども、ゲームが進むにつれていろいろな具材が使えるようになっていろんな料理が増えていくという定番の要素もありながら、回転寿司をレーンに乗せてお客さんに提供した時に他のお客さんがそのお寿司を取ってしまうみたいなちょっと独自の面白い要素もありますし、大家さんにお金を渡す時にもレーンに乗せてお金を渡すという要素があります。ちょっと変わったユーモラスなお寿司屋さん経営ゲームになっていますので、ぜひ皆さん遊んでみてくださいね。ということで、寝言寝言さんが選ぶストリーマー賞2つ目は、ヘイお待ちゴブリン寿司でした。おめでとうございます。続いて、寝言寝言さんが選ぶ3つ目のストリーマー賞は、リズムホテルです。おめでとうございます。リズムホテルはシンプルなリズムゲームなんですけれども、世界観がちょっと面白くてですね、ソクラテスがロバを蹴っ飛ばしたり、アインシュタインが自撮りしたりみたいな過去の世界の偉人たちが変なことをするというのが楽しい、見た目のリズムゲームになっています。音ゲーを楽しみながらユニークな演出も、一緒に楽しんでみていただければと思います。ということで、寝言寝言さんが選ぶ3つ目のストリーマー賞はリズムホテルでした。おめでとうございます。続いて MC を担当しましたフルゴールさんが選ぶ1つ目のストリーマー賞はゲームショップ社用です。
ゲームショップ社用は1985年頃からのゲーム業界の様子をテーマにしたゲームショップの経営シミュレーションゲームです。これ懐かしいと思う方も多いんじゃないでしょうか。ファミコンが出て、スーパーファミコンが出て、そして任天堂64とかプレイステーションとかになっていった時代、生きてきた方にとっては本当に懐かしくて、あ、そうだねっていうようなエピソードがたくさんあるゲームだと思います。実際のエピソードを史実に照らしたエピソードなんかもゲームに盛り込まれていますので、懐かしさとともにちょっとゲーム史の勉強になるかもしれません。ということで、古氷さんが選ぶ1つ目のストリーマー賞はゲームショップ社用です。おめでとうございます。続いて古氷さんが選ぶストリーマー賞2つ目は両脳探偵サイコスルースです。おめでとうございます。サイコスルースは推理系のアドベンチャーゲームなんですけれども、登場する13人がそれぞれ特殊な特性を持っていまして、例えば嘘をつけないとか、左側の世界が認識できないみたいな、そういった特性を持っていますが、これを他者に感染させることができるんですね。で、この特性がトリックに紐づいていたりして、ちょっと普通ではない推理が楽しめると思います。やりごたえのある推理ゲームになると思いますので、ぜひ皆さんデモ版から遊んでみてくださいね。ということで、古氷さんが選ぶ2つ目のストリーマー賞は、両脳探偵サイコスルースでした。おめでとうございます。では続いて、古氷さんが選ぶ3つ目のストリーマー賞は、ロボットホスピスです。おめでとうございます。こちらは記者さんのストリーマー賞に続いて、古堀さんの方でもストリーマー賞を獲得いたしました。ロボットの終末を見届けるというストーリー、そして世界観がいろんな人の心を打つ素晴らしいゲームなんだなと思います。誰にでもおすすめのゲームになると思いますので、こちらもぜひストアをチェックしてみてください。ということで、古堀さんが選ぶ3つ目のストリーマー賞はロボットホスピスでした。おめでとうございます。では続いて審査員賞を発表したいと思います。審査員賞は5つございます。まず1つ目の審査員賞はスルタンのゲームです。おめでとうございます。スルタンのゲームはアラビアンナイトの世界観で繰り広げられる単性のリソース管理ゲームです。プレイヤーは暴君スルタンの進化として毎週カードを引いて、引いたカードのチャレンジを7日以内に達成しないと斬首されるというゲーム性になっているんですけれども、これ本当に奥深くて面白いんですね。審査員の中にはハマりすぎて何十時間もプレイしてしまっている人もいるほど面白いゲームです。遊んでみると本当に面白いので、ぜひぜひ遊んでみていただきたいと思います。ということで、審査員賞1つ目はスルタンのゲームでした。おめでとうございます。続いて2つ目の審査員賞はヘイトバタードキャットです。これは有名なエピソードで、猫が空中から落ちた時に必ず回転して足から絶対に着地するというエピソードと、バターを塗ったパンが落ちた時に必ずバターの面が下になって床に落ちるというエピソードを組み合わせたものですね。つまり、猫とバターを合体させた時にどちらが下を向いて地面に落ちるのかという、冗談のようなエピソードを組み合わせたゲームなんですけれども、これがですね、次のパズルゲームとしてすごくうまく組み合わせられているんですよね。ぜひぜひ遊んでみてください。ということで、2つ目の審査員賞はケイトバタードキャットでした。おめでとうございます。では続いて3つ目の審査員賞をご紹介したいと思います。3つ目の審査員賞はルビナイトです。おめでとうございます。ルビナイトはですね、ボスラッシュのアクションゲームなんですけれども、敵がめちゃくちゃ強くて、普通に攻撃しても全然効かないけれども、ある倒し方をすると倒せますよというのが特徴的なゲームになっています。で、ある倒し方というのは、敵を観察してゲージを貯めていくというものなんですね。で、観察を一定時間しますとゲージが溜まっていって、相手に大ダメージを与えることができるんですけれども、途中で攻撃を受けるとその溜まったゲージがなくなってしまうとか、遠くから観察するよりも近くから観察した方がゲージが溜まりやすいといった要素がありまして、一見すると操作が難しそうに感じるんですけれども、これ慣れるとですね、非常に気持ちよく組み合わせて使うことができるんです。非常に気持ちの良いゲームに仕上がっていますので、こちらもぜひ遊んでいただきたいなと思います。ということで、3つ目の審査員賞はルビナイトでした。おめでとうございます。では4つ目の審査員賞を発表させていただきます。4つ目の審査員賞は団地デイズです。おめでとうございます。
団地デイズはその名の通り団地を舞台にしたアドベンチャーゲームなんですけれども、おばあちゃんを元気にさせるために団地の夏祭りを復活させるっていうアドベンチャーゲームなんですよ。女の子がですね、おばあちゃんのために一生懸命夏祭りを復活させるっていうそのストーリーに本当に癒されるゲームなんですね。プレイしていくと女の子とおばあちゃんのためにこのゲームなんとかうまくやっていかないといけないなという気持ちになるような、そんな優しい雰囲気のゲームになっています。こちらはまだ開発中なんですけれども、デモ版が出ていますので、ぜひデモ版遊んでみていただけたらいいかなと思います。ということで、4つ目の審査員賞は団地デイズでした。おめでとうございます。では、5つ目の審査員賞を発表させていただきます。5つ目の審査員賞は、小説録の鎮魂曲です。おめでとうございます。小説録の鎮魂曲は、カードデッキ型のバトルゲームなんですけれども、かなり特徴的なシステムになっていまして、カードの位置が重要なんですね。攻撃や防御のカードを配置する位置が攻略の鍵になるというちょっと変わったシステムを搭載しているゲームです。自分の心臓カードを敵の攻撃から守りながら、相手の防御が弱い位置に攻撃カードを置くっていうようなカードの配置を毎ターン工夫して行う必要があるんですね。戦闘中に相手との対話という要素もあって、その対話に対して肯定や否定のカードを配置するというような要素もあって、かなり奥の深いゲームになっています。こちらもデモ版が出ていますので、ぜひ遊んでみていただければと思います。ということで、5つ目の審査員賞は、小説録の鎮魂曲でした。おめでとうございます。それではいよいよ芝ゲームアワード2025ウィンターの大賞を発表させていただきたいと思います。応募総数255タイトルの中から選ばれた千葉ゲームアワード2025ウィンターの大賞はロボットホスピスです。おめでとうございます。ロボットホスピスは本当にもう優しいストーリーのゲームになっていまして、人間に愛されたロボットたちの最後を見とるというそういうゲームなんですね。優しい世界観でありながら優しいだけではなくてちょっと辛い苦しいそういった要素も込められていまして、ロボットたちがどういった最後を迎えるのか本当に気になるゲームなんですよ。ゲームというものはですね、表現の場として映画とか小説とか漫画と同じようにいろんな思いを込めることができるんですけれども、楽しいとか面白いとかかっこいいとか、そういった表現ももちろんできるんですが、優しいとか切ないとか苦しいとか、そういった時にどうやってそういった気持ちを乗り越えていくのかとか、人の優しさをどう捉えていくのかとか、そういったことが表現ができる場にゲームもなっていました。これは本当にいろんな人がゲームをたくさん作るようになって、ゲームの裾野が広がったからというのがあるんですけれども、そういった中でこのゲームは単純に作った人の気持ちが皆様に届くといいなということで、千葉ゲームアワードとして応援したいなということで大賞に選ばせていただきました。本当に完成を楽しみに待ちたいゲームかなと思います。皆様もぜひこのゲーム完成しましたら遊んでみていただけたらなと思っております。ということで、千葉ゲームアワード2025ウィンターの大賞はロボットホスピスでした。おめでとうございます。ということで、千葉ゲームアワードの各賞を発表させていただきました。ストリーマー賞、審査員賞、そして大賞に選ばれた皆様、おめでとうございます。受賞された皆様には個別にご連絡申し上げますのでお待ちください。そして次回千葉ゲームアワード2026サマーは来年の7月の開催を目指して準備を進めておりますので、皆様楽しみにお待ちくださいませ。タイトルの応募受付は4月から5月頃を予定しております。こちらもまた正式にお知らせできればと思っております。千葉ゲームアワードは2019年からスクールゲームアワードという名前で開催しておりまして、世界中のゲームを応援するというコンセプトで実施をしております。優れたゲーム、売れそうなゲーム、すでに人気のゲームというよりは、これから応援していきたいという指標で表彰をしております。ですので、今回賞を受賞されなかったタイトルも本当に素晴らしいゲームたくさんございます。本当はもっともっと賞をたくさん出したいんですけれども、今後もっと大きなアワードにしてたくさんのゲームを応援できるように我々も頑張っていきたいと思っております。このイベントを応援してくださっていますスポンサーの皆様、そしてイベント協力パートナーの皆様、メディアパートナーの皆様、本当にありがとうございます。また、このアワードをご覧いただいている皆様も本当にありがとうございます。
そしてタイトルを応募していただいている皆様、いつも本当にありがとうございます。たくさんの皆様に支えていただいて、芝ゲームアワードは成り立っております。引き続き応援いただけると大変嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは皆様、また次回の芝ゲームアワード2026サマーでお会いしましょう。ありがとうございました。